Hello everyone! 大家好！皆さんこんにちは、ひときです。前回の動画では、モテモテという表現を勉強しました。これは、たくさんの女性や男性から好かれているという意味ですよね。特に恋愛の場面で使われることが多いです。あの女の子めっちゃ可愛いから、多分モテモテだろうな。こんな風に使いましたよね。あと、みんなモテモテの時期。モテ期が人生で3回はあるんじゃないかなという勉強もしました。僕はみんなじゃないと思います。では今日も一緒に僕と頑張りましょう。今日のオノマトペをどうぞ。ぬる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 。ドアノブがぬるぬるしてる。動画の最後にこの表現がわかるようになります。ぬるぬるはローションを想像すればわかると思います。例えば、ちょっとごめんね。これはボディクリームなんですけど、例えば、このようにスムーズで、でも水で洗った時になかなか落ちない、こういった液体のことをぬるぬるというふうに言います。こんな感じです。とてもスムーズです。すごく触った時に気持ちいいです。ぬるぬるしていて気持ちいいです。このように使うことができます。たくさんつけちゃった。すごいぬるぬるする。特にぬるぬるのポイントはとてもスムーズな液体です。例えば、机がツルツルしているという表現を前勉強しましたが、それは机がツルツルしています。でも、もし机がぬるぬるしていると言ったら、多分机の上に何かぬるぬるする液体が上にあって、ボディクリームが机の上にあって、そのせいで机がぬるぬるするという意味になります。ですので、そこは注意してください。例えば、シャワーを使っているとき、髪を洗った後、床がシャンプーでぬるぬるしていることはありませんか？僕はよくそのぬるぬるで何回も転びそうになります。では今日練習の一つ目は、床がぬるぬるしているから気をつけてという言葉を僕と一緒に言ってください。いいですか？そのシチュエーションは、皆さんが先にシャワーに入って髪の毛を洗って、そしてその後シャンプーで床がぬるぬるしています。ですので、僕に床がシャンプーでぬるぬるしているから気をつけてよという風に言ってください。ちゃんと気をつけてねという気持ちを入れて言ってください。いいですか？いきます。あれ？もうシャワー入った？じゃあ次俺が入るね。せーの。床がシャンプーでぬるぬるしているから気をつけてね。いいですね。これで僕は床がぬるぬるしていると分かったので、多分転ばないと思います。他には魚を触ったことある人いますか？魚って実は結構ぬるぬるしているんですよ。僕は田舎に住んでいるので、小学生の頃、夏休みになるとよく川で魚を捕まえました。なんかそういうイベントがあって、川で魚がいて、魚が逃げられないように周りを網ネットで囲みます。そして子供たちがその中に入って手で魚を捕まえます。結構難しいです。最初僕は全然捕まえられなかったんですよ。捕まえてもなんかぬるっとして、捕まえてもすぐ逃げちゃいます。ですので、ちゃんとしっかり掴まないといけません。ですが、強すぎてもダメなので、その力の使い方がとても難しかったです。最初は全然捕まえることができませんでしたが、毎年練習していたら、3年後ぐらいには目をつぶって、そして魚が来たら、シュッて掴む技術ができました。なんか魚が来たらもうはっはっっていう風に捕まえられるようになりました。俺は神だ。
ではちょっと練習しましょう。僕が皆さんに魚好きという風に聞くので、皆さんは魚ぬるぬるして嫌いという風に言ってください。いいですか？いきます。ねえねえ、魚好き？せーの、魚ぬるぬるして嫌い。いいですね。僕は小さい頃、その魚がぬるぬるしているのが結構気持ちよくて好きでした。他にもぬるぬるは人にも使うことができます。例えば風邪をひいた時、この時鼻水が出ますよね。そしてその鼻水はちょっとぬるぬるして気持ち悪いです。ですので鼻水が出たらちゃんと鼻を噛んで、そして捨てましょう。あと他の場面でも人にぬるぬるを使うことができます。なんだかわかりますか？それはムラムラした時です。言ってる意味わかりますか？なんかちょっとぬるぬるする。でもちょっと YouTube で言うとダメなので、インスタグラムでは割とちょっと言うので、気になる人は僕のインスタグラムオノマップもフォローしてください。よろしくお願いします。でもみんな意味わかるよね。あれ？ぬるぬるしているじゃんという言い方ができます。ごめんなさい。教科書では教えてくれないと思うので、知っておくのは大切かなというふうに思います。でも本当に女の子にぬるぬるしているねと笑いながら言うのはダメです。女の子はすごく気持ち悪いと感じると思います。ちゃんと鼻水がぬるぬるしているねと笑わないで言うのならば大丈夫です。でも絶対笑っちゃダメです。なんか笑ってぬるぬるはなんかちょっとこっちの意味があるので気をつけてください。他にも塗るという言葉があります。例えばペンキを塗るという風に使います。ですがこのペンキを塗るの塗るとぬるぬるはあんまり関係ないです。ペンキはぬるぬるしていますが、意味はあんまり関係ないです。またぬるいという言葉もあります。このぬるいもぬるぬるとは関係ありません。例えばあまり温かくないお茶を飲んだ時になんかぬるいということができます。もっとあったかいのが飲みたいのになんか全然あったかくないよという時にぬるいなということができます。ちょっとこれを使って練習しましょう。皆さんは僕のボスです。僕がボスお茶ですというふうに言うので、皆さんはぬるいなというふうに言ってください。お茶ぬるいなでいきましょう。いきます。ボスこれお茶です。せーの、お茶ぬるいな。ボスごめんなさい。いいですね。もしお母さんが何か飲み物を持ってきてそれを飲んだ時ぬるいと思ったら、お母さんにぬるいなと使ってみてください。でもちょっと失礼かな。ぬるいですがいいかなと思います。今日勉強したことは、床がぬるぬるしているから気をつけてね。鼻水がぬるぬるしているでした。ではぬるぬるを使ったリスニングの練習をします。これは僕が台湾でトイレを探していた時の話です。僕がすごいトイレに行きたくて、周りでトイレを探していたんですけど、全然ありませんでした。ですので僕はいろんなところへ行って、トイレはありますかというふうに聞きました。そしてやっと一つのコンビニでトイレを見つけることができました。ですので僕はすぐトイレに入って、ギリギリ間に合ってよかったというふうに思いました。トイレを済ませてトイレから出ようとすると、ドアノブがヌルヌルしていました。その時僕は5秒くらい止まって、
この5秒で頭の中いろいろ考えました。なんでここにヌルヌルしているのがあるの？なんでドアノブについているの？うわーっとよくわかんない状態になりました。でも全然わからなかったので、そのまま水で手を洗いました。そして手を洗っているとだんだん泡が出てきました。そこで僕は、これはハンドソープだったんだというふうに気がつきました。よかった、ハンドソープで。多分。So what nuru nuru stuff do you have in your country? Tell me in the comments, but be careful not to write weird stuff. If you understand how to use nuru nuru, give my video a like and subscribe to my channel, Instagram as well. 皆さん、ありがとうございました。あれ、本当にハンドソープかな？いや。ごめんね。忘れてた。これでいいかな？ごめんね。ごめんね。ごめんなさい。これでいいかな？ちゃんとね。はい、OK です。